さんの漫画を添削していきましょう。漫画家を目指し始めたばかりです。もう不審って大事ですか？大学生なのがわかりますか？まずこの漫画を皆さんと見ていきましょう。1コマ目、石谷くん、テニス部に来ない？うちの漫画どこが人気だよ。女の子が主人公の周りにいっぱい集まってきました。2コマ目、いや、俺は主人公は女の子にモテモテみたいです。3コマ目、いいじゃん、合コンばっかだよ。それが嫌なんだよ。主人公は女の子に誘われることが迷惑みたいです。というワンシーンの原稿を送ってくれました。まずこの漫画のいいと思ったところをお伝えしたいと思います。かなたさんが僕の動画をね参考に漫画を描いてくださったようなんですが、ポイントをちゃんとね抑えられていますよね。主人公がバーンとぶち抜きで出てきて顔のアップがあって、これだけ大きく扱っていたら誰が見ても彼が主人公だっていうことは分かってくれると思いますし、セリフも少なめで読みやすいと思います。画面もすっきりしてますし、漫画をほとんど描いたことがないと言いながらもここまで描ければね下手だとは言われないと思います。このかなたさんも女性なんですけども、女の人はね雰囲気作りっていうのがすごくうまいんですね。教えなくても感覚で漫画を描ける人が多いんですね。見よう見まねでそれっぽいものが描けちゃうって言ったらいいのかな。初心者と言いながらパパッとこんだけ描けたのであれば表現する力があるなと思って採用させていただきました。それではこの漫画原稿、どこをどうすればもっとレベルアップするかネームを書くことで見せていきます。はい、こんな風にネームを書いてみました。ネームは漫画のストーリー展開や演出を確かめるために書かれるものです。本来のネームはこれぐらいラフな絵で描かれるものですが、これでは動画を見ている視聴者さんに何が書いてあるのか伝わりませんので、漫画になった時のイメージがしやすいようにもう少し絵を描いたものを用意しています。こちらは完成原稿ではありません。ご了承ください。まずこの原稿を見て最初に思ったことは薄っぺらいなっていうことです。これを書いたかなたさんが漫画を描き始めたばっかり、漫画初心者なので、仕方がないことなんですけれども、キャラクターのプロフィールとかも作り込んでいないと思うし、おそらくプロットもやってないと思います。なぜそういうのがわかるかというと、メールに30ページ程度の漫画にする予定です。つまりこの漫画が何ページになるか考えて書き始めてないんですよ。30ページ程度っていうことは28ページになるかもしれないし、34ページになるかもしれないし、なんとなく漫画を書き始めていってこれぐらいで終わればいいなっていう気持ちで書いてるっていうのが現れてるっていうのと、この漫画はおそらく2ページ目だと思うんですね。ここに扉があってタイトルがあってめくってこうなんですね。だからこれは2ページ目なんですよ。だけど1って書いてあるんですね。こういうところも知識がなく書いてるっていうことがバレてるんですね。でもちろんこれが1ページ目で始まってめくって扉っていう漫画もありますよ。だとしたらこれが左右逆なんですよ。この人の絵に合わせるとこれは右ページになりますので2なんですね。これが右ページが奇数になるってことはありえないので、あと僕これネーム書いてて一番困ったのが主人公ではなくてその他大勢のキャラクターたちなんですね。このシーンは大学生の主人公が学校で女の子たちにモテてるっていうことを表すためにいろんな部活に誘われてるんですよ。おそらく運動系のクラブも文化系のクラブも多方面から声がかかってるっていうことを表したくて極端に違うクラブにしたんだと思うんですけども、この次にいいじゃん合コンばっかだよって、これとこれが合わないと言ったらいいのかな。要するにこのシーンはこの女の子たちがこの主人公を誘ってるわけですよね。だから自分たちの方に引きつけたいわけですよ。だから部活に誘って部活で難しいことばっかりやってるんじゃなくて合コンっていうこういう遊びみたいなこともやってるから楽しいよっていうことが多分言いたいんだと思うんですね。だけどこの子たちは女の子たちじゃないですか。女の子たちで合コン
があるよって言ったら、来るのは男になるじゃないですか、相手は。でも彼を誘おうと思ったら、女の子がいっぱいいるよっていう風に誘った方がいいじゃないですか。だけど彼女たちが女性なので、女の子がいっぱい集まるよっていう風に誘うのは、僕は矛盾してるなって思ったんですね。だって女の子がいっぱい来たら、この子たちからしたらライバルが増えるわけじゃないですか。この辺がなんかもう矛盾してるというか、何を言いたいのかっていうのがわからないんですね。メールを読むと、この漫画はどうやら BL なんですって。 BL っていうことは、この先主人公が、男性と恋愛関係になるんでしょうね。だから男性がいっぱい来る合コンに誘ったのかなとかも考えたんですよ。だけどこのシーンは女の子にキャッキャ言われるのが嫌だっていうのが言いたかったみたいなんですね。だからこの女の子たちは、彼が男が好きだってことを知らないで群がってるって思うので、この合コンばっかだよっていうのは、男がいっぱいいるから誘ったっていうわけではないと思うんですよね。彼が男が好きなんだったら、そもそも彼女たちに望みはないわけだから、こんな風にはならないじゃないですか。この辺が僕は薄っぺらいというか、雰囲気だけで書いちゃってるなっていう風に思いました。これを書いたかなたさんが、大学生であることが分かりますかって書いてあったんですよね、メールに。で、彼女なりに大学っぽい雰囲気にしたんだと思います。私服で学校に登校してるとか、学校の窓が一般的な学校の校舎っぽくないような窓をしてるとか、こういう演出で大学っていうのを表したと思うんですけども、ちょっとやっぱり伝わりにくいかなって思いましたね。この辺の誘い方がなんか高校生っぽいなって思ったのと、合コンっていう意味を分からず使ってるっていうか、なので僕はそのあたりちょっと整えてみました。まず1コマ目に大学だっていうことが分かるように景色をやっぱり書いてほしいんですね。どこなのかっていうことを読者に知らせずに漫画をスタートしてしまうっていうのがあるあるなんですけども、これ僕の小回りの仕方っていう動画でも説明してるので、動画下にリンク貼っておきますから、それをもう一度見てほしいんですけども、まず1コマ目にどこなのか、そしていつなのかっていうことを分かるようなコマがある方が読者に親切です。だから僕は大学っぽい校舎を書きました。学校の校舎っていうのは、中学校とか高校とかっていうのはこういう感じですよね。学校の金婚観婚ってある感じって。だけど大学の校舎ってもうちょっと会社みたいになるって言ったらいいのかな。大学っぽいような校舎、もうちょっとスタイリッシュなビルっていうのを入れると、ここは中学校高校じゃないんだなってことが分かってくれると思いますし、なんだったら門から煽って〇〇大学とかって僕は入っててもいいと思うんですよ。そしたらもう大学だっていうことが分かってくれる。これ中学校とか高校の漫画も同じなんですけど、〇〇中学とか〇〇高校とかって校門に名前が書いてるところから始まると伝えやすいって言ったらいいのかな。これ漫画同好会、これどうしようかなと思ったけども、そのまましました。ここで僕は合コンっていう言葉を使うかどうかすごい迷ったんですけども、やっぱり女の子たちが誘ってるのに女性がいっぱい来るよっていうのはおかしいなと思ったので、歓迎会もやるしぐらいにしました。彼女たちがこの主人公に来てほしいっていうことだと思うので、石谷くんにも来てほしいんだよねっていう風に念を押すような感じにしました。彼女たちの発言や行動に矛盾がなければ、もうここはそんなに僕は重要じゃないと思うんですけども、合コンっていう言葉が僕はどうしても引っかかったっていうのがありますね。それが嫌なんだよ。このシーンなんですが、これ下から煽りで書かれてるんですけども、これは女性向けの漫画だと思うので、書けないんだったら無理に使わなくていいと思います。このページの中でこの最後の絵だけ、デッサンが狂ったみたいな絵になっちゃってるんですけど、これは綺麗に描けてるのにこっちはおかしい。煽りとか俯瞰っていうのは少年漫画とか男性が読む漫画だったら好まれるんですよ。だけど女性読者の目っていうのはまっすぐ見た方が受け止めてくれやすくなるっていうか、無理に上からとか下からとかっていうカメラアングルを使わなくても僕はいいと思います。この絵が難しいのであれば無理にこういう絵を描かなくていい。これを下から煽った感じを描いたとてそんなに読者に注目される効果は得られないって言ったらいいのかな。だから僕はこんな風にしました。
煽りとかっていうのはなくして主人公をまっすぐ描きました。ただこの斜めにしてるっていうのは彼のイラッとした感情を表してるなと思ったので、この斜めに描くっていうのはそのまま使いました。僕が大きく変えたのは、彼が耳にイヤホンをしてるんですね。石谷くんって話しかけられてイヤホンを取ってるんですよ。彼女たちの話を聞こうと思ったからだと思うんですけども、僕は逆にイヤホンつけてなくて、彼女たちに話しかけられてからイヤホンをつけたんですね。これは何かっていうと、彼のもううるさいなっていう心理を表すためです。彼はうるさいなって思ってるのが本心じゃないですか。そういう本心が口では出ないけど行動で出てると心理描写に説得力が出るんですよ。リアリティも出るし。っていうのは、人間はやっぱり表面上は相手に合わせようとするから笑いたくもないのに顔を笑ったと思うんですね。汗かきながらもうるさいなと思いながらも一応愛想笑いをしてると思うんですよ。だけど本心はうるさいなと思ってるっていうことじゃないですか。だからここまではいいんですけど、この後が弱いと思ったんですよね。イヤホンつけるんだったらこの後につけた方が面白いと思いました。僕は演出として。これを書いたカナダさんが、モブシーンっていうのは大事かっていう風に書いてあったんですね。これを迷いながら書いたんでしょうね。で、モブシーンっていうのは必要だと思いますよ、やっぱり。なぜかっていうと、社会を表すものだから、彼が通う学校には彼以外の学生たち、生徒たち、そして先生たちとかいろんな人がいるはずですよね。それが社会なんですね。彼しか書いてなかったら、この学校に彼一人しかいないみたいな世界に見えちゃうから、その他大勢のモブキャラっていうのは大事だと思います。学校っていう人が集まるところでは至るところに人がいると思うので、教室にも廊下にも中庭にも学食とか、だからやっぱりモブシーンっていうのは必要だと思いますよ。ただ女性向きの漫画の場合はそこまで書き込まなくてもいいと思います。だから手前の2人だけ書いて後ろの人物はシルエットで終わらせてますけど、少女漫画だったらこういう書き方もありだと思います。少年漫画だったら書き込んでほしいですけどね、もうちょっと。だけどどうかな、これだとちょっとギャグ漫画みたいに見えちゃうので、もうちょっと輪郭とか体のラインがあってもいいかもしれないですね。省略するにしても。で、僕はこっちの原稿ではモブキャラが割と入ってるんですけど、ここまで書かなくてもいいかなと思います。僕ちょっと書いたけど一応。で、僕自身が少年漫画の人間なんで、もうちょっと省略してもいいかもしれないですね。こことかなんて声だけでもいいかな、少女漫画だったら。石谷くんってばーっていう風に呼び止めてる声だけでも少女漫画だったらいいかもしれませんね。僕は手を伸ばして待ってっていう絵を入れたくなっちゃうんですけど、これも立ってる彼の周りに僕は女の子たちの取り巻きを描いたんですけど、これもそうだな、なくてもいいかもしれませんね。もしくは描いたとしても彼だけしっかり描いてトーンを張って、周りの女の子たちは細い線画だけとかの描き方でもいいかもしれません。女性向きの漫画の場合はモブシーンっていうのはもちろん必要なんだけども、ぎっちり書き込む必要はないっていう答えをしておきましょうかね。あと細かいとこなんですけど、僕は彼が手ぶらなのが気になったんですね。学校に登校してきたばかりではなくて、休憩時間とかに歩いてる時に声をかけられたのかもしれないですけど、僕は手ぶらで歩いてるのがはてなって思っちゃったんで、カワンをちょっと書き足しました。この方が登校してきた途端に女の子たちに囲まれたっていう感じが出るなと思ったんで。あと細かいとこなんですけども、枠線がちょっと太いなと思いました。あんまり枠線を太くするとなんだろうな、死んだ人の写真みたいになっちゃうっていうか、画面が重たくなるんで、これの3分の2ぐらいの太さでもいいと思います。自分が読んでる漫画の枠線の太さがどれぐらいかっていうのをもうちょっと見てみてください。この漫画 BL 漫画っていう風にメールには書いてあったんですけど、だとしたらこの主人公がかっこよく見えませんでした。 BL 漫画は女の子が読む漫画なので、もっともっとかっこよく描けてないといけないと思います。いろいろ言いましたけども、ほとんど漫画を描いたことがないって言いながらも、これぐらい描ければ僕は大したもんだと思うんですね。かなたさんは雰囲気つかみっていうのがすごく早い人だなっていうふうに思いました。そこはすごい優秀なんで、あとは雰囲気だけで終わらすんじゃなくって、一つ一つ丁寧に考えてみる。ここが大学だとしたら、これはいつなのか、朝なのか昼間なのか、彼女たちは主人公を誘ってるけどもどうして誘ってるのか、彼は彼女たちを拒んでるけどもどうして拒んでいるのか、このモブキャラの何気ないセリフ、テニス部、漫画同好会、合コン、本当にこの単語でいいのか、最後のねこの煽りのこれもどうして煽りにする必要があるのか、一コマ一コマもう少し意味を見出しながら考えて書くともっとレベルアップすると思います。漫画原稿を書くヒントにしてください。
かなたさんは17歳なんですね。だけどこの漫画の世界は大学という設定なんですよ。なのでいざキャンパスライフを書こうと思ったらわからないことがいっぱいあったと思うんです。でこういうことはよくあることです。プロの漫画家も自分自身が知らない世界とか作品に書くっていうことはしょっちゅうあります。チーフアシスタントがいたんですけども、漫画の中に女子トイレが出てくる。実際に公衆便所の女子トイレに忍び込んだって言ってたんですよ。お前それはギリギリアウトじゃないかって言ってた。あなたの漫画はもっと面白くなります。ハイトチャンネルでは漫画原稿を大募集しています。1ページだけで構いません。1ページで完結していても長い漫画の中の1枚でも構いません。小回りやキャラの見せ方やセリフの入れ方、演出なんかをアドバイスします。少女漫画、少年漫画、エッセイコミック、ギャグ、ホラー、スポーツ、恋愛、ストーリータイプの漫画であればどんなジャンルでも構いません。どうぞよろしくお願いします。この動画はハイドチャンネルがお送りしました。